日は豚ナス冷やしそうめんを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、豚ナス冷やしそうめんを作っていきたいと思います。今の季節にぴったりなそうめんのアレンジレシピです。今回はですね、豚肉とナスを炒めて、そして美味しい冷やしそうめんにしていきたいと思います。材料も手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに具材などの材料をご紹介します。材料はこちらです。そうめん、ナス、豚バラしゃぶしゃぶ肉、大葉、生姜、白ごま、こちらの材料を使って作っていきます。まずナスなんですが、今回1本使用していきます。こちらの量はね、お好みで調整してください。こちら今の状態で1本で約 100g ほどになります。そして大葉ですね、こちらは2枚入れていきますが、この量もね、お好みで調整していただいて OK です。あとはですね、お肉については今回豚バラしゃぶしゃぶ肉を使っていきます。こちらはお好みのお肉を使っていただいて OK です。細切れ肉とかね、切り落としなどでも大丈夫です。そして生姜に関しましては、今回生の生姜をすりおろして使っていきます。フレッシュの方がね、香り高いので生のものを使っていきますが、こちらはチューブタイプで代用していただいても大丈夫です。それでは続いて調味料などの材料をご紹介します。材料はこちらです。お水、めんつゆ、お砂糖、豆板醤、ごま油、塩コショウ、こちらの材料を使って作っていきます。まずですね、めんつゆに関しましては今回は2倍濃縮のものを使用していきます。このめんつゆに関しましては3倍濃縮もしくは4倍濃縮なども売ってますので、めんつゆとお水の割合はお好みでね、調整してください。そしてそこにですね、今回お砂糖を加えます。こちらはきび砂糖を使っていきますが、この糖類はお好みのもので調整していただいて OK です。あとは豆板醤ですね、少しピリ辛にしていきます。辛いのが苦手だったりお子様が召し上がる場合はこちらを抜いていただいても大丈夫です。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それではまずおつゆを作っておきます。ボウルにめんつゆ、あとはお水、そしてここにお砂糖、あとは豆板醤を加えます。これで一度よく混ぜましょう。そしてよく混ざったら生姜をすりおろします。そしてよく混ぜます。今回はね、生姜を入れてるんですが、こちらね、代用でニンニクでも美味しいので、ちょっとパンチを効かせたい時はニンニクを入れていただくといいかなと思います。はい、OK です。そしたらここにラップをして、こちらをこのまま冷蔵庫で冷やしておいてください。それでは続いて具材を切ります。まずナスから切っていきます。こちらヘタをね、切り落としてください。切り落としたらナスは乱切りにしていきます。食べやすい大きさのね、乱切りにしてください。はい、そしたらこちらはボウルの中に入れて、そしてここにお水を入れます。はい、で水を入れたらこちら分量外です。ここに塩を少し入れて、そしてよく混ぜます。このままね、塩水に5分ほど浸しておいてください。そうすることでね、油の吸いすぎを防ぐことができます。それでは続いて大葉ですね。こちら一度さっと水洗いします。水洗いしたら水分をきちんと拭き取りましょう。優しくね、手で押さえつけます。水分を拭き取ったら茎の部分を切り落とします。あとはこちらを手前からくるくる巻いて、まず半分に切ります。あとは切り口を揃えて千切りにしましょう。大葉はね、このように千切りにしておいてください。それでは続いてそうめんを茹でていきます。鍋にたっぷりの水を張って、そして火にかけて沸騰させましょう。はい、沸騰しました。沸騰したらここにそうめんを入れます。そして袋に記載されてる時間通りね、もしくはお好みの硬さになるまで茹でてください。茹でてる最中はね、吹きこぼれないようにだけ注意してください。はい、OK です。そしたら火を止めて湯切りします。ではやけどしないように湯切りしてください。湯切りしたらしっかりね、冷水でもみ洗いしていきます。まずはね、し
かり一度ねそうめんを冷やします。その後はねこのようにきちんともみ洗いしてぬめりを取ります。そうするとねそうめん同士がくっつきにくくなります。こんな感じでしっかりめにねもみ洗いしてください。はい、 OK です。あとはねこのまま水切りしておいてください。このようにねプリッと美味しそうに茹で上がってます。そしたらですねこちらのナスの水切りをします。そして一度ね水分をしっかり拭き取ってください。水分を拭き取ったらここにごま油を回しかけます。そして全体に一度コーティングさせます。こうしていただくことで油の吸いすぎも防げて、かつね変色も防ぐことができます。少量の油でね行うことができます。はい、これで OK です。それでは今からナスとあとは豚肉を炒めていきます。ではフライパンを用意してください。まずナスを入れて、そして皮目を下にして焼いていきます。これで火にかけましょう。火加減は中火です。これでナスを炒めていきましょう。お肉はね途中から入れていきます。2分したら裏返しましょう。皮目から焼いていただくとねナスの変色を防ぐことができます。だんだんねナスが柔らかくなってきたらもう一度裏返して、そして焼けてない面をね下にして空いた部分にねお肉を入れましょう。ほぐしながらねお肉を炒めていきます。この時ねお肉に塩コショウを軽く振ってください。これでねあとは一緒に炒めていきます。お肉はね塊にならないようにしっかりほぐして炒めてください。一緒に混ぜちゃって OK です。これでねお肉とナスにきちんと火が通れば OK です。それでは最後仕上げていきます。こちらおつゆを冷蔵庫から取り出してください。そしてこの中に大葉とあと白ごまを入れます。こちらをよく混ぜましょう。はい、これでおつゆは完成です。では最後仕上げていきます。まずこのように器にそうめんを入れてください。そしてここにお肉とあとはナスを乗せていきます。はい、そしてあとはタレをかけてください。これで豚ナスそうめんの完成です。盛り付けはお好みでやってみてください。はい、これで豚ナス冷やしそうめんの完成です。こんな感じに仕上がりました。このように具だくさんでとても美味しそうに仕上がってます。今回の分量で1人分になります。こちらは瞑想にしてみてください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。美味しそうですね。ではいただきます。もうねすごく美味しいです。ナスがねすごくとろっとしてて、この豚肉の甘みと旨みが最高です。あとはね大葉の香りも効いててすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の豚ナス冷やしそうめんのポイントです。まず豚肉なんですが、今回は豚バラしゃぶしゃぶ肉を使ってます。こちらはお好みのね豚肉を使っていただいて OK です。ナスに関しましては1本使ってますが、こちらの量もねお好みで調整してください。そして豆板醤ですね、こちらはですねちょっとピリッと辛くなりますので、もし辛いのが苦手だったりお子様が召し上がる場合は抜いて作ってください。そして作り方のポイントなんですが、まずはじめにおつゆのベースを作って、こちらは使うまで冷蔵庫で冷やしておいてください。そうすることで冷たくてさっぱりとした仕上がりになります。こちらの麺はね今回冷やしそうめんでご紹介してるんですが、温かくして食べたい場合はおつゆを温めてね使うようにしてください。そしてナスに関しましては切り終わったら一度塩水に浸してください。そうすることで油の吸いすぎを防ぐことができます。さらに焼く前にですねナスに油をコーティングしておくと少量の油でねさらに油の吸いすぎも防
防ぐことができますので、一度コーティングしてから焼いてみてください。そしてその後ですね、最初にナスを焼いて、だいたいナスに火が通ったらお肉を加えて、そして両方にね火が通るまで炒めてください。そしてそうめんにつきましては、こちらはお好みの硬さになるまで茹でていただいて、あとはしっかり冷水でもみ洗いしてください。そうすることでそうめん同士がくっつきにくくなるのと、あとはつるっとした美味しい仕上がりになります。あとは器におそうめんを入れて、そして具材をのせておつゆをかけて仕上げてください。今回の分量で1人分になります。こちらは目安にしてみてください。お夜食とかで食べるときはね、だいたい2人分ぐらいの目安でいいかなと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は豚ナス冷やしそうめんを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。